おはようございます。小木曽です。今日はですね、久しぶりに、作家さんいらっしゃい、特別編ということでお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと昔の教え子の野当時隆くんという、子が今いくつになったか30いくつかな、個展を2カ所で東京の方なんで、ぜひぜひ関東近郊の方に、ご紹介したいなというのと、彼のこの作品について少し深掘りをして、若干皆さんが個展とかに行く前にちょっと知識などつけておかれると面白いかなと思います。ちょっと抽象的な作品なんで、もうわからんっていう風に投げるんじゃなくて、皆さんもこういうものもあるんやでということと、面白い仕事をしてます。非常に面白い仕事をしておりますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。この動画良かったという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、今日のゲスト、野当時くんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりーふです。お久しぶりです。お久しぶりーふ&トランクスですね。元気してました？いや、元気。楽しくやっておりますよ。今から多分今いくつになったの34です。34。だから大学院生まで教えてて、19歳ぐらいやから、15年前ぐらいか。初めに会っそうですね。出会ったのは15年とかになりますかね、もう。早いもんやね。もう34。はい、34。立派なおっちゃんになって。どんどんおっさんに。ねえ。大丈夫？自信なかったやんか、学生時代から、この辺は。大丈夫？ギリセーフですよ。よかった。よかった。心配してた、ずーっと。なんとこまだ大丈夫。本当寝れんぐらい心配してたけど。僕がこっちに九州に来て、3年目ぐらいの学生やったかな。4年目ぐらいかな。多分そんなもんやと思うんですけど。で、彼自身はすごくいい作品を描いて、ちょっとじゃあまず宣伝の方からなんですけど、2つ個展をやってるということで、1つ目がですね、もうすでに始まっておりまして、銀座蔦屋書店ということで、これは銀座6の中の、6階の、回廊みたいなところに大きい作品が100号ぐらいが2枚とか、ドローイングなりなんなりがバーっと置いてあると。で、銀座6が、10月の26の土曜日からで、まだそうです。はい。10月の今週の土曜日なんでですね、ぜひぜひ。ちょっと会期は長いんですけども、本人が行けるかどうかはちょっと行ける日が決定したら書いておきますので、よかったら会いに行ってください。すごい身長も高い、185センチぐらいあるので、ぜひぜひね。で、もう一つの方がこちら溝江画廊さんということで、一応こちらの方はもう展覧会がすでに始まっていて、11月の4日まで、ということなのかな、10月の19日から11月の4日までやっていると。でちょっと場所を調べてみると田園調布にあると。行ったことあるの？あります。会期中は、できるだけ土日とかはいるようにしていて、今回で3回目なんですけど、東京の方は。なので毎回会期中の土日とかは店長の方は行ってます。あとじゃあ何回あるの？あと2回土日が挟まるので、その期間はどちらかにはいると思うんですけど、その銀座の方かちょっと田園調布の方かっていうのが今ちょっと迷ってるところね。どちらか皆さん運試しということで、彼も僕と同じように時間というか、この日に何時から何時までいるとか決められたくないというか、多分そういうタイプの人間なんで、一回若い頃学生時代彼はちょっとお酒飲みすぎてメガネをどっかに投げつけたという逸話を持ってますよね。ですね。私とだからちょっと似たような匂いがある人なので、どちらかの方に週末はいるかもしれないし、飛行機に乗り遅れたりするようなタイプのスタイルの人間なので、あまり期待はせず、よかったら土日行ってあげてほしいなと。田園調布の方もまた見たら、その溝江さんという方、創業者の方の、お住まいみたいなところを画廊にしていて、僕もここは行ってみたいなっていうふうに思うんですけど、非常に庭園、本当に庭とかもね。庭もあって、あとやっぱり作品をもし購入した時にどういう感じで見えるのかなっていうのが、シミュレーションはしやすい場所かな。
すごいね。だから銀座、銀座6はちょっとこう現代美術系の画廊さんみたいなのがあったりとか、まだそこまでは行ってないのかもしれないけど、そのステップアップとして多分、回廊でやってみたいな感じなんで、もう本当に皆さんね、賑やかしでも方面帳に、山田太郎って書いてくれたら、いっぱいお客さん入る人やなということで、行ってあげてほしいなと思いますし、田園調布にこんなお家があるんやという、あれは僕もぜひなんか見に行きたいな、みたいな感じがしますので、よかったらぜひぜひ遊びに行ってください。日時とは書いてある通りでございますので、あとはURL ですね、溝江画廊さんと展覧会の情報の方は概要欄の方に、貼り付けてありますので、皆さんそちらから詳しい情報は。でお問い合わせ先も、そちらの方からですね、お問い合わせいただければね、それがいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。でちょっとですね、作品の方もご紹介できたらということで、何作品かですね、ちょっと紹介させてほしいなと思うのと、そのあたりも含めながら、例えば、コンセプトみたいなものですね、どういう経緯でこういう作品になっていったのかなとかですね、その自分の作品をなんていうか手応えを感じた瞬間とか、あとは作家としての苦労話なども同時にお話を聞けたらなと思って無茶ぶりをしておりますけども、ちょっとこちらの作品、これはどういった作品なんでしょうか？これは、学生の頃から題材として扱ってきた群像を、書いていまして、船でその島に行く前の船を待っている人たちの様子なんですけど、それを書いた作品になります。どこの船に行こうと。あれどこだったっけな、福岡の、近くの島、すぐ近くの島です。確か能古の島かな。能古の島かな。近くの船の、フェリーの乗船場ということで、そうです。鹿の島かな、ある鹿の島。はい、飛行機とかじゃないフェリーとかの乗船場ってあるよね。面白いよね。なんていうの？飛行機やったら保安検査場みたいに通っていったりとか、新幹線とかやと改札を通って結構な人が行くけど、船って僕も何度か乗るんですけど、飛行機もなかなか行かん土地やったり、電車とかが行かん土地やったりするから、結構僕もその乗船場って面白いなと思ってたまに見てます。そのなんで群像を書こうと初め思ったんですかね。あれはだから卒業制作ちょっと前ぐらいから僕のイメージやったらなんとなくはっきり言ってしまうと上手な子ではないんですよね、僕からすると。ただめっちゃ上手になってきてるのは事実で継続って面白いなと思うんやけど、大学の3年生くらいの時かにゴテゴテとしてぐちゃぐちゃとしたのになって、これ面白く引っかかるかもなみたいに僕はなんとなく感じた記憶があるんですけど、そんな感じでいいんかな、3年生くらいの時。はい、そうです。まさに、今言われた通りで、学生の2年生の初めぐらいからずっととにかく周りに比べても上手じゃないっていうのは自分も感じてたんで、特訓のつもりでドローイングをたくさん書き始めて。そう、ドローイングいっぱい書いてたよね。はい、一応1日1枚で、1枚も20分とかでみたいなのを、それ多分1年半とか2年ぐらい続けてたんです。でそれが3年の終わりぐらいにちょっとなんとなく自分なりの形になってきて、そこから作品発表もできるかなっていうふうにはなってきたんですけど、でその群像とかはやっぱり、人をたくさん書いてはいたんですけど、小磯先生も以前書かれてたような、電車で、電車の中で書いたりとか、あとはとにかく人がいるどこか、なんていうんですか、イベントとかに行って、書いたりとか、結構イベントに行ったりすることも多かったんで、陶器市とか行って書いたりとか、とにかくモチーフを
手軽にたくさん人がいるので、それで書いてるうちに多分群像にちょっとそういう興味が生まれたのかなとは思います。まあなんかちょっと語弊がないように言うておくと、私の動画とかでも幾度となく話してはいるんですけど、上手であることが正義ではなく、で私の定義としては上手というのは方法論を理解してて遠近感を出すとか立体感を出すとか質感の方法論をしっかり理解してある程度こう写実的な方法で描けてる人はまあ上手とはされるんですけど、僕はそこを皆さんに求めてほしいというわけじゃなくて、やっぱりいい絵を描いてほしいと。で彼のこのアプローチとしてはそのいい絵を描くために、どちらかというと方法論みたいなのはもしかして頭では理解できててもそれを実践することは難しいと。それでまあそれをもう省いていった、もう要は削ぎ落としていった中で人物のドローイングとかっていうことにつながっていって、ちなみになぜ群像を描くんですか？哲学の質問。それですよね。ですね、まあ未だにはっきりした回答にはなってないんですけど、やっぱり興味が向くのはこう、まあ、様子がたくさん見えてきて、人それぞれでこう待ってるなら待ってる時の様子も違う、でそれらが集まってこう何か集合体のような様子とかが、まあ、結構僕は見てて飽きないというか、まあ、それで見てられるなと思いますし、でそういうのをまあ絵に描いてみても面白いかなっていうのはあって、それで描いてますかね。まあなんか相変わらず下手くそな説明でまあ私がこう彼を見てきた中で私なりの補足として私が感じてきたこととして思うのは、確か2009年とかに入学とか10年とかその前後だよね。そうですね。はい。でその時って時代的に言うとここよく今言われている失われた30年と言われて、で私たちの団塊ジュニア世代、ロストジェネレーション世代の次に悲劇的な世代ってこの世代ぐらいなんですよ、僕から見ると。要はリーマンショックというのが起きてドーンと落ちていった、もう本当に景気のグラフであるとかですね、有効求人倍率とか見るとガクッと落ちてる世代なんね。でなんかこう世の中がすごくこう悲観的になっていった中で、まあ私と彼と似ているところというのがあれば、まあ軽く一匹狼的なところがあると。で彼はその人望もあってある程度人が集まってくるところはあるけども、そんなにこう引き連れて俺が行くぜというような感じではなく、なんかこう一人で黙々とやっていく、それをなんかこう達観全く真逆のところの位置にそういう時代背景も伴ってなんかこう福岡かなんかで撮影した博多駅でしょ、結構博多駅、はいね、あれ覚えてる。だからあなたがあれ見た時に多分そういうちょっと冷めた目で世の中がちょっと重苦しいところを冷めた目で、ドローイングをしているみんなでこう通勤に行っているのを見ているんちゃうかなと僕はなんかそんな風に思ったりで、それでも楽しそうにもちろんしてるんやけどなんていう風に僕やったら適当に説明するかなというふうに思ったんですけど、そういう面は多分にあるかなとも思います。でなんかこうちょっと次の作品行かしてもらうと、ここのこの作品はどういった作品なんですか？これはですね、自分の作品をどういう作品なのかって説明するときに、僕は結構最近は線を大事にしてますっていうふうに言っていて、でその線がいろんな表情でいろんな線の起こり方はあると思うんですけど、そのうちの一つでちょっと線をこう画面から独立させたような展開をできないかなと思って、その真ん中の直線は画面から独立したような、構造をしていて、で描いてるモチーフとしては、AI が自動生成した人物イメージなんですけど、でそれの理由としては
今まで群像ももちろんそうなんですけど、身の回りのものとか、今も書いてるんですけど、知り合いとか恋人とか友人とか、もうこれまで書いてきた中で、ちょっと個人的な感情が書いてる時に、あまり働かせないで書けないかなっていう時がありまして、でちょっと本当に何も知らないとか、本当に実在しない人物イメージだったら、そういうゼロから関係を作っていけるんじゃないかと思って、一応そういう理由で題材は選んで書いております。いいですね。なんとなくこうイメージははい。なんだAI が出てきてね、ここ3年ぐらいで、それのなんか野党軸なりのこう読み取り方も含め、これなんか面のところがこうバーコード状になってたりするんですけど、これバーコードとして読み取ることはできない。そこまでいかんか。本当にそれはなんかたまに思うんですけど、今回のは読み取れない。そうなんや。そしたら奇跡が起きればいいなと。一応でもほらバーコードリーダーみたいなバーコード作成アプリってあるのかな。QR コードあるやんか。あると思います。はい。作れそうやね、今後それもなんか一つの。そうですね。なんか作品の要素の一つとしてそういうバーコードで読み取った先に何があるのかっていうのは、面白いなとは思うので。面白いよね。なんかこう線がつながっていってるのがこう人間社会となんかと、それがこうバーコードとなって、面白いやんけ。なんか、先生みたいになってきたな。すみません、最後の作品面白いな、これはこちらの作品はどんな作品なんでしょうか。それはドローイングにはなるんですけど、先ほどのその棒が伸びてる作品の、元絵というか元のイメージがそのドローイングで、なので、銀座の方でドローイングとさっきの赤い線の方は一緒に展示します。これちなみに何のペン使って描いてるの？これはコピックのなんか細いのがあるんですけど、0.05 とか 0.1 ぐらいのフェルト状のあれですね。めちゃくちゃ細いマジックみたいな。面白いよね。だから私のこう動画とか見てはる人にとってはね、これ線だけで作品になって、これ一種類の線で描いてる、一本のペンで描いてる。太さは若干使い分けて使い分けて同じ色では色。はい。メーカーとか種類とか色は全部同じです。面白い。いやでも非常にこうやっぱバリエーション、油絵の作品もあれば、こう、アクリル絵の具もあれば、紙に、ペンとかね、インクであるとかっていうことで、いろんなこう表現方法をやっぱりこう自分が表したいもののためにこう画材を選んでいるというところも面白いと思いますし、ぜひ、私はちょっと行けないと思いますけども、皆様、よかったらお近くの方、一度見に行ってみてください。一度。これは本当おすすめでございますので、若い作家をぜひ応援する意味でも、見に行ってあげるだけでも非常に喜ばれると思いますので、よかったら行ってあげてください。ということで、本日はありがとうございました。野党寺隆くんでございました。ありがとうございました。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネル登録。いつもありがとうね。いつも見てる。バイバイ。